こんにちは、ゆうかです。今日は大阪の此花区までやってきました。この辺にはフェリーターミナルとかユニバとかが近くにあったりするんですけど、今回はなんと豪華クルーザーを貸し切って1泊2日してみたいと思います。イエーイ。まあ詳しい説明は後でするにして、とりあえず向かっていきますか。私フェリーにはよく乗るんですけど、クルーザーは乗ったことないので初めてですね。クルーザーってなんかお金持ちの人がパーティーしてるイメージ。じゃーん、着きました。めっちゃクルーザーがある。この中のクルーザーのうちのどれかなんですけど、どれでしょうか。着きました。こちらのクルーザーです。おー、結構大きくない？見てください。船底に富士壺っていうんだっけ、ブツブツついてるよ。赤と青いラインが入っててザ・クルーザーって感じですね。見て見て、クラゲいるよ。ほら、めっちゃわかりやすくいる。すごい。それじゃあ乗り込んでいきましょう。楽しみ。ここをまず乗り越えて、それじゃあオープン。じゃーん、すごい、お家みたい。いや、今日ここ貸し切っちゃったのすごくないですか？貸し切ったって言ったらちょっとかっこよく聞こえるんですけど、実はここホテルなんですよ。多分普通にこのクルーザーを貸し切ると何十万とか何百万とかしちゃうと思うんですけど、ここはねホテルなので1泊8000円泊まることができたんですよ。でもその代わりこのクルーザーは動くことはできないんですけど、停泊している状態での宿泊になります。それじゃあルームツアーならぬクルーザーツアーをやってみましょう。動かないけど。まず入り口から入ると白いソファーとガラスのテーブルがあります。もうこのソファーもさ、めちゃくちゃお金持ちの家に置いてあるような真っ白のソファーですね。そしてこの絨毯はなんかコンサートとかでよくある銀テープをかき集めたような絨毯ですね。そして船の中なんですが、エアコンもちゃんと2機ついています。今もね結構あったかいんですよね。他にはテレビだったり冷蔵庫もあります。この冷蔵庫の中もすごいちゃんと冷たい。このクルーザーは100ボルトの電源が引かれているので、それでこのエアコンとか冷蔵庫とかが動くみたいです。そしてここは操縦機、舵っていうんだっけとかが置いてあるんですけど、すごいなこれ。取り舵いっぱいやめとこう。触って今動いたら怖いので、ここは触らないようにしておきます。船の速さの単位って確かノットですよね。この辺は全然わかんないのでノットタッチでいきます。停泊してるとはいえめちゃくちゃ揺れてるんですよね。今若干気持ち悪い。いつも乗っている大きいフェリーよりもやっぱりこっちの方が小型なので揺れが激しいんですよね。一応念のため姉を飲んでおきます。よし、これで言わないはず。ここのスペースは何なんだろうな。ちょっとよくわかんないんですけど、ここに座って日光浴できるみたいな。誰かわかる方がいたら教えてください。そしてここの真ん中にある階段を降りていくと、右手側にはキッチンがあります。キッチンはねこんな感じで木でできていて、少しアメリカンっぽい感じがありますね。電子レンジやポットなどいろいろあるんですけど、多分電源的に全部使うことはできなさそうですね。なのでどれか選んで使うっていう感じになりそうです。木だから気づかなかったんですけど、ここにも冷蔵庫ある。すごっ。ここは若干冷たいですね。これは何だろう、オーブンかな。すごい、オーブンまでついていますね。でもフェリーでオーブン使う時ってどんな時なんだろう。やっぱりパーティー用なのかな。そして最後はここの選手側の扉を開けると
じゃーん、寝室になっています。すごい。クルーザーのここの部分の場所ってことですよね。ベッドもね結構広くてクイーンサイズぐらいありますね。そして天井にはすりガラスみたいなのがあって、これ開きそうなんですよね。開けていいのかな。開けないでくださいとは言われてないし書いてないので、ちょっと開けてみますか。せーの。お、あ、ここまでか。そんなにがっつり開くってほどじゃないんですけど、少し外が見えます。こんな感じで少し換気ができる感じですね。ベッドの下の方にあるこの扉はクローゼットですね。こんな感じで服が収納できます。そしてもう一つ扉があるんですけど、ここは南京錠が付けられていますね。なので開きはしないんですけど、おそらくトイレかシャワーかなと思います。何でもあって余裕で暮らせますね。揺れさえなければ。揺れがね結構激しくてしんどい。ただ今は海に面している方に止まっているので、これがもし湖とかだったらもっと揺れが収まって過ごしやすいのかなとも思います。それじゃあ恒例の寝心地チェック。おあ、結構いいな。普通に寝れますねこれ。結局あれから2時間も寝てしまいました。揺れはですね、さっき酔い止め飲んだからなのか意外と気にならなくなってきて、結構心地よくなってきました。さっきも説明したんですけど、ここは一応ホテルなんですよ。なのでレストランがついているので、今から夜ご飯を食べに行きたいと思います。じゃーん、夜ご飯はパスタを注文してみました。トマトクリームパスタ。今日は平日だからなのか全然人がいなくて、周りに一組だけいてめちゃくちゃ空いてて、私は過ごしやすいです。それじゃいただきます。普通に本格的で美味しい。エビも入ってる。今日は素泊まりプランにしたんですけど、こうやって横にレストランがついてて助かりました。クルーザーに一応夜ご飯をつけれるプランがあって、バーベキューをすることができたんですよ。でもそれをつけるとね、7000円ぐらいアップしちゃって、ちょっとね、私はまだそこまで大人じゃないのでつけれなかったです。やっぱりお金の使い方は選びたいじゃないですか。ちょっとそれはね、もったいないっていうか、そうケチっちゃいました。まあ確かにクルーザーでバーベキューができるっていうのもすごい体験なんですけど、普通にクルーザーに泊まれるっていうだけでめちゃくちゃすごい体験だから、今日ねこの浮いた7000円のお金でこうしてご飯食べたりとか、いろいろ使い方は考えていきたいと思います。チェックインする時にいろいろ説明を受けたんですけど、私が泊まっているクルーザーの他にもいくつかクルーザーが泊まっているんですけど、それはね他のオーナーさんたちが個人的にね持ってて、個人個人で止めているクルーザーだそうです。だからここを駐車場みたいな感じに使ってみんなここにクルーザーを止めてるってことでしょ。めちゃくちゃすごくないですか。どんな人が所持してるんだろう。持ってる方の顔を見てみたいですね。私のイメージなんですけど、アロハシャツに白い短パンを履いてサングラスをして若干日焼けしてそう。めちゃくちゃ偏見。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。ちょっと食べ過ぎたので食後はこの辺を散歩してみようと思います。ご飯食べ終わって外に出てきたらまさかの雨。また雨女発動しちゃいました。これ今日雨降ってるからめちゃくちゃクルーザーが揺れるとかないですよね。不安になってきた。向こう側に景色がいいと明石海峡大橋が見えるらしいんですけど、今日はそれどころじゃなさそうですね。雨女やめたはずなのに。今の時間が10時になりました。さっきからずっと雨が降り続いていて、最初に乗った時よりも揺れが激しくなってる気がする。
これ伝わんないですよね、めっちゃ揺れてるの。わかりますかね。めちゃくちゃこれ揺れてるんですよ。普通に立っていてもおっとっとってなるくらい。カーテン見たらわかるかな、結構揺れてるんだよね。普通に酔い止めなかったら酔うレベル。まあやっぱり私のポリシーは酔いは酔いでセーフなので、今日も晩酌タイムです。それじゃあ乾杯。いや、これは違うんですよ。この花のヨットで酔っとる子の話はやめにしましょう。今日の晩酌のお供はじゃーん、関西梨醤油ポテチと青いじゃがりこ。今日は海の上で晩酌するので青いもので統一してみました。これもね、青いベビースターラーメンなんですよ。めっちゃ変わってない？美味しいのかなこの色って。じゃあいただきます。お、じゃがりこが青い。味は普通に美味しい。塩味ですね。ここの宿泊施設にはマリンスポーツの体験ができるプランもあるらしくて、サップとかね、カヤックもできるらしいんですよね。フェリーは何度も乗ったことあるんですけど、小さい船とかカヤックは乗ったことないので、それも面白そうだなって思いました。この鼻で飲むこの花レモンめっちゃうまいな。ここにも書いてあるんですけど、このクルーザーは最大で44人も乗れるそうです。私が仮に運転するとして43人乗れるってことか。乗りたい人いますか？まあ私が船長ってことは運転もできないから港から出ることもできないですけどね。それでもよければお待ちしてます。これは何免許で運転できるんだろう。船舶免許とかですかね。でも船舶免許の中にも車と同じように大きさとか関係あったりするのかな。何の免許を取ったら運転できるんだろう。この舵って本物の舵ですよね。これで操縦するってことか。すごいな。なんか車で行ったらセダンみたいな、結構低くて全然前が見えないですね。船長さんってすごいな。さっき紹介し忘れたんですけど、これドレッサーもついてますね。すごい。まあ私は船長なのでお化粧はしないですけどね。操縦で手一杯です。あとは私は行かないんですけど、一応お手洗いはこの中にはないのでホテルについてるのを使えるみたいです。あとは大浴場もここにはないので、それもねホテルについていて、ホテルの大浴場を使えるみたいです。なのでこの後大浴場に行ってきたいと思います。大浴場に行ってきました。ここからホテルまで少し距離があって大雨の中歩いたのでちょっとね大変でした。でもお風呂はめちゃくちゃ気持ちよかったです。このクルーザーに乗った後に行ったから感覚的にはフェリーの中のお風呂に入っている気分でした。ここのね小窓からも少し海が見えるんだよね。ライトアップされててとても綺麗です。ここはねすごいユニバからも近いので、こういう使い方も良さそうですよね。家族で遊びに来て、土曜日はみんなでここに泊まって、日曜日はみんなでユニバに遊びに行ってみたいな、そういうのもすごい憧れるな。将来してみたいです。ということでそろそろ寝ようかな。結構クルーザーが揺れているからちゃんと寝れるかもちょっと検証しながら寝てみたいと思います。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。今の時間はだいたい9時半ぐらいです。昨日の夜なんですけど、めちゃくちゃ揺れてたんですけど、寝れたかどうかの検証結果を発表します。結果はめちゃくちゃ寝れましたよかった。
なんか窓から外を見ちゃうとめっちゃ揺れてるなってわかるんですけど、見なかったら意外と気にならないというか、酔い止めも飲んでたのでね、全然酔わなくて普通にぐっすり寝れました。起きてから朝ごはん何食べようかなって考えてて、昨日行ったレストラン行ってみたんですけど、営業時間が11時からで何も買えなかったです。ここはね、コンビニも歩いて20分ぐらいかかっちゃうので、朝ごはんは積みました。でもチェックアウトまであと30分くらいなので、またチェックアウトしてからゆっくり食べたいと思います。朝起きたら天窓から日が差し込んできて、目覚めもすごい良かったです。ということで、そろそろ片付けしてチェックアウトの準備をしたいと思います。チェックアウトしてきました。いや、クルーザー泊面白かったですね。初めてクルーザーに泊まる体験ができてとっても楽しかったです。昨日すごい雨降ってたのに、今日は晴れてくれて天気が良くて気持ちいいです。さっき隣のクルーザーにオーナーさんが来てたんですよ。だから昨日言ってたオーナーさんの顔を見たいっていう夢が叶っちゃいました。でも想像してたパリピ系ではなくて、全然普通の人だったんですよね。真面目そうな方でした。これからもまた変わった宿に泊まってみたいなって思うので、もし面白い宿泊施設とか知ってる方がいたらコメントで教えてください。お待ちしてます。ということで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。